マートディーパーズビュー、今回はファズフェイスではなくて、こちらのですね赤いトレブル&ベースフェイスというファズフェイスと同じ筐体に収まったトレブル&ベースブースターと、もう一つこちらトレムフェイス、こちらをご紹介したいと思います。こちらはねもう完全にもう見た目ファズフェイスと一緒なんですけども、ダラス・アービター・イングランドから、発売されていたトレモロペダルで、こちらはですねそのもっと前アービター・イングランド時代に作られた、トレブル・ベースフェイス、まあ呼び方いろいろあるんですけども、ブースターフェイスっていう人もいますし、トレブル&ベースフェイスという方もいらっしゃるんですけども、とにかくトレブルとベースをブーストする、まあ、そのままですけどもそういったペダルです。こちらはですねファズフェイスほど、売れなかったんですね多分当時で。こちらは何ロットか作られた、形跡があります。色違いもありますし、回路もちょこっと変わったのがあったりしますが、こちらのトレムフェイスはですね多分全然売れなかったんだと思うんですけど、いまだに箱付きのミントが出てきたりとか、ほとんど使われてないようなものも多いんです。ただ音色はとても素晴らしいペダルです。今日はですねこのそれぞれ非常にいい音がするペダルだと思いますので、こちらをご紹介していきたいと思います。お楽しみに。では早速サウンドチェックに入りましょう。まずはトレブル&ベースフェイスからです。このペダルはですねなかなか面白くて、ブースターっていう名前なんですけどもちょっとプリアンプのような感じもあって、面白いと思います。ちょっと聞いてみてください。まずギターのセッティング、これバイパスの状態ですね。そこにこのトレブル&ベースフェイスをオンにしていきましょう。ちょっとノイズが多いんですけど、これはもうこのペダルの持ち味だと思って聞いてください。まず全部つまみがゼロの状態ですね。どうでしょうか。すごくオンにした瞬間バリッと抜けるような帯域が上がってくると思うんですけども、このエンハンス効果みたいなのがまさにこのペダルの面白いところで、トレブルがですねとんでもなくガラスの割れたようなクリーンというかクランチサウンドを作り出してくれるんですけど、この極端なトレブルとベースはベースで今もう半分以上上がってるんですけど、ブーって詰まってくるようなところじゃなくて下から押し上げてくるようなすごくリッチな低音を持ち上げてきてくれます。このコンビネーションがこのトレブルベースブーストの特徴だと思います。もう少し弾いてみます。いかがでしょうか。アンプがクリーンセッティングなんですけども、凄まじいこのクランチ感というか、ギターの音がバリバリっと前に出てくるクランチになります。このペダルはですねこういったようにとにかくギターの美味しいところだけズバッとブーストしてくれる感じがするんですけども、ベースで使うとですねベースでも非常にベースらしい音が上がってくるんですね。でこれどういうことかというと、このペダルが登場した当時、1960年代中期から後期にかけてなんですけど、まだギターアンプとかベースアンプとかっていうカテゴリーがなくて、みんな同じアンプを使っていたような時代だと思うんですね。でやっぱりギターはギターの美味しいところをちょっともっと特徴づけて出したいとか、でベースはベースでもっと低音出したいとかっていう時に、こういうアタッチメントを同じギターとベースが同じアンプを使ってもこのアタッチメントを使うことでそのプリアンプ効果というか、ギターだったらギターの美味しいトレブルを上げていくとギターの美味しいところがジャリーンと出てくるよとか、ベースはベースのこのベースというつまみを上げると低域がもっと出てくるよとかっていうことで作られたんじゃないかなっていうようなイメージがあります。
でもちろんこのプラスというつまみを上げていくとこう歪みが上がってくるんですけど、まだオーバードライブとかっていう概念がない時代なので、単純にこう音色を上げていくとドライブしてくる、アンプがこうアンプの音量を上げようとしたら同時にゲインも上がってくるみたいな、そういう時代の音の作り方なので、今はあんまりこういうペダルないんですよね。がゆえにすごく面白いペダルだなというふうに思います。ちなみに今こうちょっとね激しいフレーズを弾きましたけど、この60年代のイギリス製のペダルなのになぜかこう後の70年代ぐらいのフェンダーのイメージとか80年代のちょっと新しくなってきたブルースみたいな音にも合うんですよね。ちょっと聞いてみてください。はい、いかがでしょうか。この60年代後のオーバードライブなんかだとなかなか出ないこのじゅわっとしたコンプレッション感と歪み感というか、そういうものが全部ここで作れてしまうのがすごく面白いところだと思いますけども、この60年代に出た当時は多分こういった使い方よりは本当にこうちょっと音色にキャラクターをつけるような狙いだったんだと思うんですけども、今弾くともうとにかく強力な、もうギターの音をバコーンと前に出すという意味に関してはすごく強力なペダルだと思います。ただやっぱりノイズが多いので、どなたかエフェクタービルダーの皆さんはぜひこのペダルの現代バージョンを作ってみてください。はい、では続いてご紹介しましょう。こちらはダラスアービターイングランドのトレムフェイスです。トレムフェイスはですね、いろいろちょっと面白い部分がたくさんあって、多分これ外注で作ってるんですよね。基板のパーツの抵抗類がちょっとですね、他のファズフェイスとか先ほどのトレブル&ベースフェイスとちょっと違ったりして、面白いのと、さらにですねこのインとアウトというふうに普通書いてある部分がインとアンプなんですね。もうこれアンプの前に置いてねという指定だと思うんですけども、なおかつトゥルーバイパスになっていないんですね。回路が他のというかトレブル&ベースブーストとファズフェイスはトゥルーバイパスのアウトになってるんですけども、こちらのトレムフェイスはトゥルーバイパスになってないんですね。そういったこともあって、ちょっとこのファズフェイスファミリーというか丸顔クラブの中でもちょっと異端な存在かなというふうに思います。トレモロ効果は非常にアンプの搭載されているトレモロのような非常に温かみのあるトレモロだと思います。ちょっとサウンドチェックをしていきたいと思います。ギターはジャガーを使っています。アンプは先ほどと同じくボックスの AC30 を使っています。まずギターのみの音ですね。トレムフェイスをオンにします。いかがでしたでしょうか。もうアンプに搭載されているトレモロのようなまさにそういったかかり具合だと思うんですけども、これもですね筐体のサイズ感が影響するだと思うんですけども、低音の出方がですねいわゆるコンパクトペダルのトレモロのそれとはちょっと違う感じですね。非常にこうリッチな低音の感じ。でデプスを上げていくとかなり派手にトレモロ効果がかかります。60年代から70年代にかけてのエフェクターってどれもこう極端なかかり方をするんですけども、絶妙に使い勝手がよくなおかつ激しいというポイントになってくるかと思います。さらにこのスピードコントロールなんですけど結構可変幅が広いんですね。一番ゆっくりなスピードから一番速いスピードにちょっと可変させてみたいと思います。
いかがでしょうか。ちょっとねトレモロにしては速すぎるんじゃないかという、当時この後に出てくる多分カラーサウンドのトレモロっていうのもあるんですけども、このトレムフェイスのスピードはかなり速い位置まで行くんですが、これおそらくレズリースピーカーの一番速く回転してる時をイメージしてスピードを速くしてるんだと思うんですね。でフェンダーアンプとかだとこうビブラートっていう感じでもっとこうトレモロの効果が水っぽいんですけども、このトレムフェイスはやっぱりブリティッシュのアンプのトレモロ効果をそのままこうコンパクトサイズに落とし込んでいるので、ボリュームの可変という感じなんで、かなり大音量で聞くとサイケデリックな感じというか、こう酔うんですね。酔うぐらい揺れるというか、非常にエグいトレモロだと思います。ちょっとですねオーバードライブと組み合わせてみましょう。一応これアンプというアウトの先に、オーバードライブペダルチューブスクリーマーを挿しています。いかがでしょうか。こうなんかトレモロ踏んだだけでもフレーズが出てきちゃうぐらい個性的なトレモロで、この60年代70年代あたりの、こういうエフェクターっていうのは本当に音色がかっこいいなっていうのをこう再認識させてくれるペダルです。デジマートディーパーズビュー、今回はアービタ・イングランドのトレブル&ベースフェイス、そしてダラス・アービタ・イングランドのトレムフェイスをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。なかなか面白かったんじゃないかなというふうに思います。このトレブル&ベースフェイスはもう先ほども申し上げましたけども、ブースターっていうよりもなんか本当プリアンプっていう感じで、この後にもうパワーアンプつけたらそのまんま U とか出ちゃうんじゃないかなっていうようなペダルです。ただ当時このノイズもすごく多かったので、そんなにたくさんの方に受け入れられなかったペダルだと思うんです。でそれゆえに結構状態がいいものも多くて今でも残ってるんですけど、やっぱり今使おうと思うとなかなか扱いが難しい。それこそこうエフェクトループというかこうルーティングシステムに組んでしまって、使う時だけオンにして使わなくなったらすぐオフとかだったら全然使えると思うんですけども、かけっぱなしっていうのはなかなかできないペダルだと思います。ただちょっとテキサスブルース系のバリッとこうハイが抜けた音とか、ああいう音も結構作れますし、ハンバッカーで弾いてもやっぱりこう抜けが良くなるんですよね。ギターのエンハンス効果というか、ギターの音がすごく前に飛んでくるペダルだと思いますので、ちょっとこのペダルはぜひいろんな人に試してもらいたいなと思いますし、先ほども申し上げましたけどもギターペダルを作ってる皆さんはぜひこの音色のままでノイズが少ないペダル作ってもらえると非常に嬉しいなというふうに思います。そしてこちらのトレムフェイスですけども、こちらもですね非常にこう上品で優しい音色のトレモロだと思います。70年代以降のカラーサウンドとかから出てくるトレモロとかともちょっと一味違ったトレモロです。基板がですねちょっと他のファズフェイス系ペダルと全然違って抵抗とかも面白くて、おそらくイタリアかどこかの工場で OEM で作られたんだと思うんですけども、基板の作りもなかなか面白いというのがポイントです。ぜひこのペダルもですね見つけたら触ってみてもらうと面白いと思いますし、あとトレモロペダル自体もですね今すごくいいトレモロたくさん出ていて、どんどん皆さん楽曲に使ってほしいなという気持ちもあるので、トレモロぜひおすすめなのでチェックしてみてください。はい、というわけで、デジマートディーパーズビュー的にはこの丸顔クラブと呼んでいる3種類全部試してみました。ファズフェイスもね今回ゲルマニウムをちょっとイントロで使いましたけども、まだシリコンファズフェイスというドープなやつらが揃ってますので、また追ってご紹介したいと思います。次回もぜひお楽しみに。